こんにちは、ヤギちゃんです。今日はこの小型 SUV のスズキクロスビー、完全に納車したばかりの状態から最低限の車中泊ができるように、フルフラットのベッドと断熱ができる目隠しとラゲッジボードのめっちゃかっこいい机、この3つを DIY で作っていきます。最後にかかった費用を公開するので楽しみにしていてください。そうなんです。で、年末まで軽バンを完全に車中泊仕様に改造して2年間乗ってたんですが、雪道が怖かったり山道が走れなかったり高速がちょっと危なかったりいろんな理由があって、今回、このクロスビーっていう車に乗り換えをしました。4駆で車高も高くて、1000リットルの車なので割とガンガンどこへでも走っていけるっていう車なんだけど、車中泊を今3回ぐらいしたんだが、なかなか快適なものとは言えなくて、この車でも車中泊をしたいので少し手を加えてみることにしました。ポリシーがあんまり手を込んだことはせずに短い時間で安く改造するということです。私ができるなら誰でもできるような内容になっております。今軽バン車中泊流行ってるけどバンを用意できない人とか、自分たちの普通車で車中泊してみたいなって思った方にも参考になると思います。ではまずは車内の紹介からいこうかな。全然普通の車内なんだけど、ちょっと紹介をしよう。運転席で、後ろはこんな感じです。ちなみに土足厳禁です。とても綺麗で広いですね。座席を倒してみる？黒を基調としたシックな車内。よいしょ。これを倒します。倒すのはね、片手で楽々なんだよね。よいしょ。倒したらこんな感じで、屋根の高さは意外と高くて、全然頭はつかなくて大丈夫な感じ。シートを倒すと、ここのね、後ろと後部座席のところは若干フラットみたいな感じになっていて、で寝るときはこうしてここの部分がしんどいっていう状況です。後ろはドキンで、目隠しした窓がすごく寒くって、このねオートバックスで買ったペラペラのマグネットカーテンでマイナス10度のところの車中泊はかなり寒い状況でした。車内はこんな感じです。かなり飾りっ気のないただのノーマルな車でございます。よくこれで3泊も車中泊ができたなと自分では思いますが、結構大変でした。毛布でね隙間を埋めたりとかしていろんな工夫をしながらやってたんですが、3回の車中泊を踏まえて今回は改造していこうと思います。そして今回は最低限の車中泊仕様への改造ということで、必要なものを3つ作っていきます。1つはフルフラットベッドを作るための隙間の穴埋め、2つがとても寒い窓を目隠しで断熱仕様のかっこいい雰囲気のある窓にしていきます。3つ目は後ろのこのラゲッジボードのところにレーブルを作ります。この3つを3日間でできるだけ安く簡単に作ります。よし。まずはフルフラットベッドを作っていきます。2種類あって、ここの助手席を目いっぱい後ろに倒して、ここの隙間埋めをしてこうやって寝るパターンが丸1。ただ私はこの下に物を入れたり、助手席にはおやきとかベーコンを乗せたりすることも多いので、今回はここの隙間埋めをすることにしました。必要な材料はこちら。イレクターパイプが8本と、その他はこちらの表をご覧ください。ジョイント3本っていうのは3本のイレクターパイプがつながるジョイントを買ってねという意味ですよ。早速板の端っこを危なくならないように丸くして、このヤスリで磨いていきます。
だいぶいい感じに丸くなりました。ビフォーアフターです。そしたら次はこの板をいい感じの色に塗っていきます。ダイソーで水性のニスとハケを買ってきて、これでどんどん塗っていきます。最初やばいと思ったけど意外と綺麗になりました。裏も忘れずに塗っていきます。ディレクターパイプをこうやってつなぎ目に部品をはめてつなぐんだけど、そのままだと結構スカスカしちゃうのね。なのでこうやってマスキングテープを巻いてこうきつめに留まるようにしていきます。1周もしくは2周、1周半ぐらいの気持ちで全ての端っこにマスキングテープを塗っていかなきゃいけないのでとても大変でした。そしてこれさっき色塗った板をディレクターパイプの上に乗せるんだけど、滑り止めを両面テープで貼っていきます。ずれたりカタカタって音がすると寝心地が悪くなってしまう可能性があるので、必須じゃないけどやった方がいいかなという感じです。できたー。そしてできたのがこちらです。パイプ、ディレクターパイプの台、これをここに置いて、実作ったこの板をここに置いてこうなります。そしてこれでもうね、結構150センチ160センチぐらいの平らなところが出来上がります。よいしょ、これだけでもまあ寝れそうな感じだが、ちょっとより快適にするために登山のマットここに引いて、こことシートの段差と、あと後ろが若干一番後ろの方がかなり低くなってるので、そこを二重にして平らにします。これでも寝れそうなんですが、さらにホームセンターで買った軽バン時代に使っていたマットを引きます。これ2980円。そこに枕を置いて、これはニトリで1300円ぐらい。よいしょ、完成。はい、ベッドがこれでできました。次に目隠しを作成します。めちゃくちゃ寒いし全然映えないということで、今回はあったかくてとてもおしゃれな目隠しを作成します。材料はこちら。まとめておきました。こちらはプラスチック段ボールに木目シートと保温シートを貼ってビニールテープで留めるというとても簡単なものでございます。簡単ですが地道な作業です。その1、ビニール袋で窓ガラスの型を取ってプラダンに置いて、これをカッターで切り取ります。ひたすら切り取ってこんな感じ。そしてそれにきれいに木目シートを貼り付けて、裏には保温シートを両面テープで貼り付けます。こんな感じ。できました。頑張った。腰痛い。完璧でございます。最後の方シート貼るの上手くなって全く空気入ってないです。ビニールテープで巻いて、裏は断熱のアルミ。頑張った。はい、できました。じゃーん。そして出来上がったのがこちらです。プラダンに100均のアルミと木目シートを貼って、ビニールテープで外側をすべてぐるっと一周させたものになります。これが一番後ろ。よいしょ。ここ頑張りました。あ、上手にはまった。どうでしょうか。さっきめちゃくちゃ暗かったな。はい、いい感じできました。めっ
ちゃすごくない？すごく頑張りました。やや隙間があるが、そんなに覗いたりできるほどではないでしょう。でこのままでも十分なんですが、最後にここに板のテーブルを作っていきます。でもこれにしようかな。これすごい良さそう。まずはホームセンターで手頃な板を選びます。焼き杉うずくり材だって。杉を人工乾燥した後、表面を焼きブラッシングしていますって。これにしよう。そしてそれを125センチにカットしてもらいます。そのままでも使えるんですが、水をこぼした時とかに表面がビチャーってならないように水性のニスを塗ることにしました。ダイソーに透明のニスがなくて乳白色というニスを買ったんだけど、結構白くて、これ大丈夫かなと思ったんですが、乾いたらすっかり綺麗な色になりました。ちなみに材料はこちらです。これを取る。これは一番作るのが簡単で、後ろのラゲッジボードのネジをくるくるくるって軍手とかゴム手袋で回すと取れるので、そこにこちらの L 字型の程よい大きさの部品を程よいネジで留めるだけです。よいしょよいしょ。この黒い部品の上にさっきの板を乗せるといい感じのボードになるはず。よし、はい、いい感じにネジがつきました。こっちもいい感じにネジがつきました。そしたら板を乗せていきます。よいしょ。おー、できました。いい感じ。どうでしょうか。どうでしょうか。はい、完成しました。すごくない？これは、計画買い出し1日で、こういうの切ったり貼ったり塗ったり下準備1日、組み立て今日1日で計3日で作ることができました。作戦を考えるのに1週間ぐらいかかってたんだけど、今これで作ったので皆さんも真似してみてください。ちなみに、皆さん気になっているこれの合計金額を発表しようと思います。1、このフルフラットのベッドは、この道具を使って4692円です。4692円で作ることができました。なんかジャパネット高田みたいだなはい、次、この目隠しパネルです。実は前のこのドアのやつも作ってるので、7、8、9、10、11、11枚作りました。11枚で使った材料はこちらです。合計金額が4326円です。結構頑張ったかない？で、何が高かったかっていうと、この木目シートを Amazon で買ったんですよ。なので15メートルのものを買ってちょっとしか使ってないので、かなり余ってはいるので、使った分だけで考えたらもうちょっと安くなるかもしれないし、それを100均とかで揃えたらもうちょっと安くなるかもしれないけど、100均の木目シートは軽バンの時に節約で使っていて、1年で日光にやられてボロボロになってしまったので、今回ちょっといいものを使ってみました。これは壁紙とかインテリアにも使えるいいものです。で、4326円。最後、これ気になる人いるんじゃないかな。めっちゃいい感じのラケッジボード。これは使ったものはこちらで、合計金額は4718円です。わー、す
すごくない？普通の車中泊ができますよって売り出されている軽バンでもない普通のよく走る小型 SUV を最低限の車中泊仕様にするのにかかった費用合計が1万5000円かからずに、ここまで作り込むことができました。最後、このボックスの中身とか電気毛布の寒さ対策とか、車中泊の小物類とかはまた別の動画で紹介しようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだまだこれからパワーアップしていきますが、一旦ヤギちゃんここまで一人で頑張ったじゃんって思った方はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。次は雪国長野での車中泊です。またねー。でっか、どれにしようかな。白いやつにしようか、こういう黒目のやつにしようか、めっちゃ迷う。